動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。今シーズン18回目となりますいちじく通信をお送りいたします。今回はこちら、はい、黒いちじくですね、雨よけハウスの方に来ております。本日日付は7月の29日月曜日、最高気温予想は32度です。現在の時刻はですね9時を回ったところですが、すでに32度という具合になっております。予告させていただきました通り、18回目をもちまして今シーズンですね最終回となります。前話ね見ていただいているあなたはですねすごいいちじくファンだと思います。ぜひですね今回の動画も最後までご覧ください。18回目で今回ですね黒いちじく畑紹介させていただいておりますけども、この畑はですね実は4回目に登場して以来なので、かなり久々ですね。4回目の時は本当にこのぐらい芽がちょっと出たかなっていう状態で、それから14回後がこんな状態にまでなってます。ではですね詳しく見ていきたいと思います。はい、もう入り口で見ていただいた通り、もう相当大きくなってます。ちょっと上まで見せますけど、こんな感じなんです。もう手が届きません。そのぐらいね大きくなっている木です。この木だけですねもう毎回実がつかないんですよ。毎年毎年見ていただいた通りですね、ほぼ実がついてないです。結局去年と同じ状態です。とりあえず長さ先にね見てみましょう。これだとこうとしか測れないので、こんな感じで測りますけど、このぐらい出したら届くかな。こんな感じかな。だいたい185です。そういう枝がもう123456789、10本ぐらい見えている感じで、実がついてないので数えません。転葉も数えません。相当出てると思います。それに脇芽もですね、今取れちゃいましたけど、こんな感じで立派に出てます。なんですけどもう全くね、これも脇芽ですけど実の方がついておりません。こちらの方はマーレさんの方から提案いただいておりまして、実がつかないのであれば実のついた実績のある枝の方ですね接ぎ木してはいかがでしょうかと。いわゆる実がついた枝というのは実がつくですね DNA を持っているんじゃないか、その枝を接ぎ木することによって実がつくかもしれませんねっていうお話を頂戴したので、なるほどということで13本ね今年接ぎ木させていただいて11本成功しました。接ぎ木した枝もねすごいですね、このぐらいの太さになっているものが実はこの後お見せしますけどあります。そうなるとこれだけ太いんで重さにですね耐えれなくなってしまって、実は途中からですねその接合部分から何本かというかほとんどが実は折れてしまいました。ちょっとね私も気づかなくてですね11本ね成功して喜んでたんですけど、その喜びもつかの間ですねあっという間に成長して接合部から折れてしまうということを発見してしまいまして、途中で一部ね誘引の紐を巻いて補助するような形にして何本か残ってますんで、そちらの方をねまず紹介していきたいと思います。こちらがそうです。ここで接合してるんですけども、実が1個だけつきました。ここで、ちょっと後でアップで撮っておきますけど、ここが接合部です。途中で気づいてねこう誘引の紐を巻いてあるんで今はね自立している状態です。こちらにもねちょっと見えないかな、ここにも1本あるんですけど、これはそんなに大きくなりませんでしたけども、こちらはね残念ながら実はついておりません。これが実は一番実がつきまして、1,2,3,4個ついてます。4個。ここがですね接ぎ木した箇所なんですけど、ものすごい太いです。ものすごい、とりあえず4個つきました。他のね枝はついていない状態の中4個ねつきました。あともう1本あっちにあるんですけど、これそうですね、ちょっと見えるかな。こちらそうですね。でもこれも残念ながら実はついてないです。途中までね頑張ってここまで伸びたんですけど、周りの枝の方がですね勢いが強くてもう影になってしまって、もう伸びなくなってしまって、こういう状態でストップして残念ながら実はつきませんでした。ということで13本中実がついたのは1本という状態なので、検証結果からすると途中でね折れてしまったのも悪いんで私のねちょっと不注意であったんですけども、残ってたとしてもですね接ぎ木でうまく実がついたのかというとちょっと微妙かなという感じです。実がつかないのはやはり別の要因かと思います。特にねここ全然実がつかなかった木の方はハウスの中でもすごい立派な木になるんですよ。幹的にも相当太い木になってますんで、おそらくこの大きさではもう実がつかないと思います。
多分つかせるためにはもうこの枝を切らないでもっとね横に伸ばして、このハウスでいうとこの木が2本ぐらいでいいんじゃないかな。大きさ的に言うと2本ぐらいで賄えるぐらいの大きさ、いわゆる片側に7、8メーターぐらい伸ばしてやればおそらく落ち着いて実がつくんじゃないかなと思います。そのぐらい勢いがこの木だけいいですね。なんですけどちょっと場所の都合上ねそれがもうできないんで、これはね来年は抜根してちょっと別のね黒いちじくを持ってきて植えていきたいと思います。そうするとおそらくちょっとイヤチになるので勢いが弱くなって逆に実がつくんじゃないかなというふうに思ってます。はい、奥の方行きましょうと言いたいところなんですけども、見ての通りですね、かなりの狭さです。黒いちじくの方は皆さんご存知の通りですね、もうすごい樹勢が旺盛なためにですね、私のところでも枝をねドルフィンから比べるともう倍近く枝を出してます。そうしないとね実つきの方がですねあまり良くないので、栽培途中もですねちょっとなかなか中に入ったりっていうのは難しくなるんで、あんまり撮影はしていないっていうのが正直なところです。このカメラだと入れないかな。ちょっとカメラいっぺん変えますね。カメラ手持ちに変えたんで中に入っていきたいと思います。こんな感じなんですよ。すごいねたくさんついてると思います。はい、こんな感じでちょっと数数えてみましょうか。この枝だけで1、2、3、4、5、6、7、8個ですね。でお隣の枝は1、2、3、4、5個で、お隣は1、2、3、4、5、6、7、8、こちらは1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13という感じで、そんなに長くないんですよ、枝的にも。ちょっと測ってみますか。例えばここね短いんですけど、これで50センチぐらいですね。ここの隣でもこれ上まで行くともうちょっとあるかな、70センチぐらい、1メーターねないぐらいの長さの枝ばかりですね。こういう感じです。もうたわわにすごい数が実ってます。はい、ちょっとざっくり中見ますね。はい、こういう感じです。見えてます？だいたい1本の枝に6個から8個ぐらいついてるかな。上の方に行くと残念ながらね実がなくなるんですけど、だいたいそういう感じ。太めの枝になると実の数が意外と少ないです。1、2、3、4、5、これ5個ですね。長さ的にはここからここまであるので相当長いんですけど、数はそんなに多くないです。短くて細いの、もうこの辺見ていただければ分かるんですけど、すごいね短いんですけど、もう数がすごいついてますよね。黒いちじくはやはりこういう風に育てた方が実つきが断然いいですよね。ただ実の大きさはやっぱり細い枝なりに小さい実しか取れません。大きい実を取ろうと思ったらやはりですねこういう太い枝じゃないとねこういう大きな実がつかないです。これはもう見ての通りですね、実が大きいですね。この時点でも実が大きい。やはりこのぐらい枝が太くないと大きな実はつかないんですけど、木の大きさの割にはね数が取れない。そういうふうに思うとやはり黒いちじくは枝がね細くて短い方が実つきが断然いいっていうのは分かりますけど、ただ小さく細く育てるのが非常に難しいという状態になります。もう少しすかないとダメだね。結構ねもう下の方光が今入ってなくて、見ての通りですね草がもう枯れてきてる。あと下葉がね少しやはり黄色くなってきてるので、もう少し透かした方がいいのかなという感じですね。以上ですね、だいぶ混み合っておりますが、黒いちじくですね雨よけハウスはこのような状態になっております。ここはねもうあとはビニールの被覆をですね、予定ではお盆ですね、8月の10日から15日の間にですね被覆をして、あとは収穫を迎えていくと。収穫するのはねもっともっとあと9月のね中旬以降というふうにはなるんですけども、そのような状態になっております。ではですね鉢植えのですね状態を共有させていただきます。では鉢植えの状態ですね共有させていただきます。ロングリュートバナーネの挿し木、ここまで大きくなりました。
最終週にしてですね、ようやくいい感じになったかなという感じですね。長さ的にはおそらく20センチを超えている状態で、こっちが普通サイズのホギ、ここが太いサイズで行いました。成長度合いはほぼ変わらないですね。どちらがいいどちらが悪いというのはなさそうです。バナーネはね、やはり1年目2年目は少し弱めなので、このぐらいかなという感じですね。はい、黒いちじく2年目のですね、鉢ですね。こういう状態です。ちょっと鉢がありますけども、最終的に2鉢ね、実がつきませんでしたね。着火しておりません。そのうちの一つがこれ。長さはですね、あるんですけど、これはもう実全くつかずというところになりました。でちなみに鉢の方はね、もう先週はほぼ毎日水やりを行いました。こちらの鉢も実が結局つきませんでした。2本出しという状態ですが、このような状態ですね。はい、ここからが実のついた鉢になりますけども、3つついて、この上ですね、先週もちょっとお話ししたかもしれないんですけど、膨らんできてはいるんですよ。3個膨らんできてます。ただ圧倒的にもう実の大きさが小さいので、この後本当に膨らんでくるのかなと思ってる状態ですね。1週間経ちましたけど、ほぼ変化がない感じですね。次の鉢ですね。これがね、一番着火した黒いちじくですね。実の方はね、そこまで大きくないんですが、7個もつきました。あとはちゃんとね、実るかどうかですね。こちら最後になりますね。6個ついております。今回ですね、いちじく通信の方でね、この成長の過程を紹介させていただいた鉢植えの方はですね、私の作業小屋の方、15アールの畑の方ですね、あちらの方で、こちらの方もですね、合わせて販売を行っていきます。以上、最終回の模様を共有させていただきました。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。